こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本を決めさせてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はなぎるさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあなぎるさんについて自己紹介をお願いします。はい、なぎると申します。普段は調査会社で勤務しております。インテリアはここ 1,2 年でがっつりハマったものなんですけども、知識がまだまだなので、ぜひうちの全貌を見ていただいて、ここうした方がいいよみたいなことがあればコメント欄でいろいろ教えていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 2LDK、はい、ということで、およそ各スペース何畳ずつぐらいあるんですか？この LDK のスペースは、だいたい24畳ぐらいで、寝室が6畳と、あとウォークインに使っている部屋が 4.5 畳です。はい、やっぱりご自身でねリノベーションっていうところで、だいぶ唯一無二な個性みたいなのが出てると思うので、そのあたりちょっと紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず最初リビングから紹介をしていただきたいなと思うんですけど、ご案内してもらってもよろしいですか？はい、こちらが、リビングスペースです。はいはいはい。こちらが20何畳25畳4畳はいはいはい、あります。というわけで、ちょっといろいろお話をお伺いしたいんですけど、まずリノベーションご自身でマンション購入してされてるというところで、こだわったポイントだったりちょっとコンセプトみたいなところをお伺いしたいんですけど、いかがですか？こだわったポイントはやっぱりこの天井から吊るしたカーテンをつけて、天井がそんなに高くないので高く見えるようにしたっていうのが一つと、あともう一つは犬と猫がいるので、犬猫が走り回っても大丈夫なように物がないようにしております。なんか結構モダンというか、ミニマルな印象もあるんですけど、そこら辺の世界観みたいなところ何かありますか？そうですね、無機質なところと自然、火とかっていうところのバランスが8対2になるようにするのが結構かっこいいなと個人的に思っていて、でそれを施工会社の方に伝えつつも、アイテムも自分で集めてバランス整えた感じです。なるほどね。じゃあちょっとここから順番に、各セクションちょっとお話をお伺いしていきたいなと思います。はい、まずじゃあお隣のこちらの家電からちょっとじゃあお話をお伺いしたいんですけど、これは何ですか？こちらは華道っていうブランドの除湿機です。はいはいはい。これもまた結構デザイン性のあるものですね。はい、デザインだけを見て買いました。日本の家電とかだと割とちょっとごちゃごちゃしてるというか、一般的なものは多いと思うんですけど、やっぱそこら辺もこだわって結構セレクトされてるんですか？そうですね、白とか黒とかの家電が多い中でグレーっていうのがなかなかないなと思って、でグレーのアイテムがあったので、これは家に買うしかないと思って買いました。そしたらじゃあちょっとお隣の、ここね植物が並んでるかなと思うんですけど、こちらは何ですか？これはよくあるエバーフレッシュっていう種類の植物です。サイズ感もだいぶ大きいですね。そうですね、うちに来た時は150センチぐらいの高さだったんですけど、1、2年経ってここまで大きくなりました。これ下の鉢というか、これもまた別でセレクトして購入されたんですか？そうですね、これは IKEA のおそらく収納箱なんですけど、サイズじゃあもうここでドンピシャでハマったって感じですね。本当はうちの猫のトイレカバーとして使ってたんですけど、ちょっと大きくなっちゃって猫がサイズオーバーしちゃったんで、じゃあ余ったからと思ってハッチカバーとして今は使ってます。なるほどね。続いてはじゃあお隣の植物をお伺いしたいんですけど、こちらの植物は何という植物ですか？こちらはトックリランという植物です。これなんか下の根の部分というかあれですね、丸くなってるのがちょっと面白いですね。そうですね、この幹が下の方がすごいポクッとして、そこからニョキッとこのフォルムがなかなか他の植物ではなくて可愛いなと思ったので、実はこれは彼女のものなんですけど、一緒に選んで買いました。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあお隣のこちらのコンテナですかね、についてちょっとお伺いしたいんですけど、これは何用のコンテナですか？はい、これは、うちのワンコのドッグフードと、あとおもちゃとかが入っているものです。やっぱり生活感みたいなのを消すようなやっぱ工夫はされてるんですね。そうですね、生活感消すっていうのもそうですし、あとは大型犬なので、なるべくいたずらができないように
はいはい、頑丈なものを、はい、選びました。なるほどね、はいはいはい、そしたらじゃあそのまんままたお隣にちょっと移動をしようかなとはい思うんですけど、こちらはまた植物ですかね、はい、これは何という植物ですか？はい、こちらはヒメヤシという種類ですね。南の島の方とかになんか生えてそうな質感だったり。そうですね。はいはい。これもなんかうちの植物結構あるんですけども、その中でもなかなかないテイストだなと思って違うテイストを入れたくてちょっと変わり種として入れました。なるほどね。結構植物はベランダとかでもいろいろ育てられてるんですか？そうですね。もともとここに置いてあるのも全部ベランダで夏場は置いてあったんですけど、ちょっと涼しくなってきて、室内に入れるようになってくるので慣れさせるために今一時的にここに置いてます。この鉢の下に敷いてるはいラグというか、はい、こちらもなんか可愛いですね。ありがとうございます。これは実家から勝手にもらってきた。勝手にもらってきたやつなんだ。はいはいはい。ラグで玄関に置いてあったものを使ってなかったので仮パクしてきました。普段こう植物を購入されるときに、なんか行きつけのお店とか、そういったところってあったりしますか？ありますね。桜新町にあるトランプフラワーさんっていうところがあって、そこはこういった僕の変わった植物が欲しいっていう願望を叶えてくれるので、はい、よく行ってます、はい。気になる方ぜひ遊びに行ってみてください。はい、ありがとうございます。続いてこちらのじゃあちょっとソファースペースの方を紹介していただきたいんですけど、こちらのソファーどちらで購入されたものですか？これは実はリプロダクトなんですけど、楽天で購入しました。何のこれはリプロですか？これはルコルビジェの LC3 というタイプのソファーでして、はい、これでもリプロダクトでもサイズ的には結構いいお値段しますよね。そうですね、17、8。そうですよね。はい、でもレザーにしてはすごい安く買えたのかなと思います。なるほどね。というわけで、あとはクッションだったり、ブランケット、はい、そのあたりもちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、これは全部 IKEA のものです。クッションカバーだったり、はい、そういったものは全部こうグレーで統一されてるって感じなんですか？そうですね。もともと持ってたソファーがグレーで、そのファブリックと近いもので揃えてたものをそのまま持ってきただけですね。はい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 。なるほど。この家にもこのグレーのテイストが合ってるのかなと思ってそのまま使い続けてます。はいはいはい。あとは上にプロジェクターですか？これ、ついてると思うんですけど、結構プロジェクターは普段使われるんですか？結構使う方だとは思います。ちなみにこれはどちらのプロジェクターですか？これは LG さんのもので14万、15万ぐらいしました。やっぱりいいプロジェクターだと解像度だったりとか、そういったところもすごい綺麗ですか？そうですね。リノベした時に同じタイミングで買ったんですけど、どうせつけるんだったらいいものが欲しいと思って、その解像度とか 4K 対応だったりとか、ルーメンっていう明るさがすごい高いものだったりとかっていうのを全部比較表みたいに作って、その中でデザイン性が一番シンプルだったものがこれだったので、最後そこですね。そこで決めました。はいはい。なるほどね、分かりました。そしたらじゃあその後ろにある照明が上からこれ吊るされてると思うんですけど、これはどちらのものですか？これはフロスのパレンテシっていう種類の照明です。これもすごい特徴的な付け方というかあれですね。そうですね。なかなか賃貸では付けられないんですけど、天井から吊るさないといけないので、リノベーションするならと思って購入しました。なるほどね。そしたらこちらにスツールがあると思うんですけど、これはどちらで購入された？このスツールもIKEA のものですね。これは普段あれですかね、サイドテーブルみたいな感じとかで使ったりとかですか？そうですね。もう今はサイドテーブルとしてほぼ使ってるんですけど、最初購入した時はうちで結構ホームパーティーみたいにするんですけど、その時に椅子が足りないってなって購入しました。ありがとうございます。そしたらじゃあそのお隣のまた植物ですかね。これは何という植物になりますか？これはミルクブッシュという植物です。枝がすごい分かれ方が面白いですね。そうですね。すごい変わってて、表参道のヘイっていう雑貨屋さんでこれが飾られててすごい可愛いなと思って、で近くのさっきのトランプフラワーさんで購入しました。これは鉢もヘイで購入されたんですか？この鉢は駒沢公園の近くにあるちょっと名前が分かんないですけどお花屋さんで購入しました。日本っぽい感じ、和の雰囲気が感じられますね。ちゃんと焼き物で作られているのに1万円で売っててすっごい安いなと思ってこれは買いたと思って、で家のテイストにもすごい合いそうだなと思って買いまし
した。うんうんうん、そしたらじゃあそのお隣に行きたいんですけど、このお隣はオーディオシステムというかね、左と右にあると思うんですけど、これですね。はい、はい、音楽みたいなのお好きなんですか？そうですね、音楽はもうずっと昔から好きでよく聴いてます。うんうんうん、これはちなみにどちらの今スピーカーを使ってらっしゃるんですか？これは JBL の L36 というシリーズなんですけど、もともとは JBL の4311っていう種類のものをずっと探してて、でもやっぱりその予算と状態がいいものが全然見つからなくて、でたまたまヤフオクとかのそれおすすめみたいに出てくるじゃないですか。そこにこの写真が出てきて、なんだこのかっこいいルックスはと思って、うん、でそこからこの L36 っていうのを調べたら、昔 JBL が家庭用に販売していたスピーカーのハイエンドモデルらしくて、でまあ JBL しかもハイエンドモデルだったら間違いないだろうと思って消耗せずに購入してました。はい、最初もうこのスピーカーのエッジっていうんですけど、はい、この部分とかピリピリに破れてて、もう音もすごいビリビリしてたんですけど、もう自分で調べて貼り直して DIY して直したんですね。はい、直しました。どうですか、改めて今のこのスピーカーでの音の聞き心地みたいなのは？すごいいいですね。やっぱりそうなんだ。この空間で聞くっていうのが癒しになってます。はい日々の癒しになってます。なるほどね、はい、ありがとうございます。そしたらお隣にこちら、まあ皆さんもご存知のものがあるかと思うんですけど、これはどちらのこれもバタフライスツールのリプロダクトのものです。はいはい、これは今ディスプレイみたいな感じで使われてるんですかね？そうですね。もともと玄関で靴を履くときに座るように購入したんですけど、フォルムが可愛いのでそのままディスプレイとして使ってます。なるほどね。そしたらそのお隣、これは何ですか？これはシャルロット・ペリアンというデザイナーさんのデザルクボールランプです。はいはいはい。ってことはじゃあこれ明かりというかあれですか？そうです。本当はここに電球をつけて壁付けのボールランプなんですけど、リノベーションの時につけてもらおうと思ってたんですが、どこにつけるか迷っているうちに施工が終わってしまって、あらでそのままどこにつけることもなく取り残されちゃったので、まあフォルムが可愛いのでそのままディスプレイとして今は飾ってます。はい、なるほどね。そしたらお隣に緑のベースですか？これは。フラワーベースです。はいはい。これもすごい大きなサイズですね。そうですね。これもともとアリウムっていう2、3メートルぐらいあるネギ科のちょうどこのドライフラワーになってるんですけど、はいはいはい。この植物が入ってて、僕茎切っちゃったんですけど、本当に2、3メートルぐらいあって、頭が重いので大きい花瓶に入れてました。あ、そうだったんだ。ドライフラワー普段から結構お好きなんですか？はい、これは彼女の趣味でして、もともとは生花で買ってきた花が、まあ、ちょっとしおれてきちゃったりすると、ドライフラワーに変えて、でどんどんこの中に溜まっていっている状態です。ドライフラワーの下のベースだったり、その下の木ですか？これもなんかちょっと面白いですね。これはまあセットで売られていたんですけど、これももともとは花瓶で、多分流木にガラスを熱い状態で押し付けて形にしている。ああ、なるほどね。はい、じゃあこれで1セットみたいな感じなんです。そうですね。これもネットで見かけてすごい可愛いなと思って、もともとは玄関に置いていて鍵とか入れていくように買ったんですけど、どんどん花が増えてきたので、もう今こうやって飾っている状態です。はい、ありがとうございます。はい、続いて洗面台紹介していただきたいなと思います。こちらリビングに併設しているというところで、なかなかないレイアウトだと思うんですけど、この辺りはどういった経緯でこちらに配置されたんですか？もともとはここに洗濯機置き場があったんですね。で、なるべくリビングを広く使いたいっていうのと、あとリビングにそのガタガタ音のする洗濯機を置きたくないなっていうので、洗濯機置き場を無理やり脱衣所に持って行って、洗濯機置き場の代わりに洗面台を設置してもらった経緯があります。はい、洗面台こだわったポイントみたいな、はい、なんかそういったところありますか？今彼女と2人暮らしなんですけども、2人同時にこう洗面台で作業ができるように各々のスペースを両脇に作ったっていうのと、あとライトが2人の立ち位置というか、そこにちゃんと光が当たるように設置してもらったところですね。確かにこの間接照明なんて方すごい綺麗ですね。そうですね。この辺りでアイテムについてもいろいろお話をお伺いしたいんですけど、普段つけてる香水だったり、ちょっとそういったところの話ここでお伺いしたいんですけど、普段どういった香水を使ってらっしゃるんですか？はい、一番よく使う香水はイソップのキュウリですね。
はいはいはい、これ一番気に入って使ってて、本当はマラケシュっていう香水もあって、それと混ぜて使ってるんですけど、今ちょっと切らしちゃって、もうこれ単体で使ってます。これはじゃあ普段メインで使ってる香水ってなることなんですかね。はい、どっか出かけるって軽く出かけるってなったらこれをプシュプシュっとかけて出かけてます。なるほどね、分かりました。香水系は基本は一つ使ってらっしゃるって感じなんですか。これの他にあとはサンタマリアノベラの香水があって、これもあんまり香りを強くつけたくないところ、例えばご飯屋さんに行ったりとか、なんかワンちゃんと触れ合いに行くとか、そういった時にはこれをつけていきます。ちょっとした使い分けみたいなのご自身の中でそうですね。あとはドルセイさんの AR っていう香水もあって、これはなんか気分を変えたい時に使ってます。どういった感じの匂いなんですか。これはスモーキーで、この香水何って聞かれるちょっと変わった香りですね。でもスモーキー寄りでちょっと大人な雰囲気が漂う感じですね。ちょっと顔が童顔なので、少しでも大人っぽくしたいなと。なるほどね。はい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 、ありがとうございます。はい、続いてキッチンを紹介していただきたいなと思います。こちらのキッチンなんですけども、こだわったポイントからちょっとお伺いしたいなと思います。もともとここのキッチンスペースが和室だったんですけど、そこを無理やりキッチンスペースに変えたので、こう壁とか襖の跡とかもうわざと残しているところが一つポイントと、あとはうちに人を呼べるようにしたいなと思って、ホームパーティーとかする時用にこのコンロを4つ口にしてもらったところです。このなんかインダストリアルな感じがまた少しリビングとはちょっと違った雰囲気出してますね。そうですね。じゃあここでちょっと少し細かいところをお伺いしていきたいんですけど、ガスコンロかな、がすごいデザインされたものだと思うんですけど、これはどちらのものでしょうか。これはリンナイさんのものですね。4つ口のコンロってなかなか日本でなくて、確かに3口は結構多いですよね。メジャーなんですけど、で4つ口でこの家のテイストに合うものがいいなと思ってたら、もうドンピシャでこのステンレスのガスコンロがあったので、これはうちに取り付けるべきものだなと思って自分で買ってこれつけてくださいって施工の会社にお願いしました。上の換気扇はこれ同じものなんですか。これもそうですね。このキッチンのシステムキッチンについてきたものですね。なるほどね。あとは後ろの壁面の収納のところとかもちょっとお伺いしたいんですけど、これは今どういった感じで壁面にこう収納できてるんですか。これは壁にこの字型の手すりみたいなものをつけて、でそこに S 字フックで、よく使う道具をかけている状態です。やっぱりこう広く感じますね。そうですね。広く使えるっていうのもそうですし、あと料理って結構時間との勝負みたいなところもあったので、すぐ取り出せるようにしてます。なるほどね、ありがとうございます。続いてそのダイニングスペース紹介していただきたいんですけど、目の前にねたくさんちょっと食器を用意していただいたかと思うんですけど、いくつかこだわりのものがあるというところで、ちょっと順番に紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、まずこの平皿は僕が一人暮らしをしていた時にちょっと料理にハマった時期があって、でちょっといい食器で食べると気分としても美味しくなるなと思って渋谷で買った食器です。飯星由美子さんの作品ですね。でもなんかテクスチャーがちょっと不思議な感じですね。なんかマットにも見えるし、ちょっとザラッとした質感にも、でも触ってみるとまたつるっとした感じなんですね。へえ、かわいい。可愛くて、これはなんかいい日に使ってますね。あとはこれはよくうちで使っている食器で、サミー・ポールセンの食器なんですけど、これはシリーズで揃えて、2人暮らしなので各サイズに1個と、これがサラダ食べたりとかお肉料理食べたりとか大根の煮物とかそういう時によく使ってる食器です。で、この白と青の食器は沖縄の食器でして、近所の小川コーヒーラボラトリーさんで、ポップアップをやっていた時に購入させていただいて、長浜さんっていう方の作品ですね。この白と青と、あとちょっと境界線にあるブラウンのこの線とかもめちゃめちゃ可愛いなと思って、もう一目惚れして買いました。最後にこの2つ並んでるのが、これは実は自分でろくろ回して作った器なんですけど、京都に年越し旅行行った時に彼女と一緒に作ったもので、気に入ってるポイントとしてはちょっと分かりづらいんですけど、黒っぽいのに
こう反射するとちょっとブラウンというか、銅の色にキラッと光るっていうのがすごいかっこいいなと思って、焼き上がってからじゃないと分かんなかったんですけど、すごい気に入って使ってます。はい、すごい銅の光り具合とかがすごいちょっと上品な感じにもなりますもんね。そうですね。めちゃくちゃ和食とかにも合います。なるほどね。ありがとうございます。そしたらあとはこちらちょうど目の前にね照明が吊るされてると思うんですけど、この辺りもなんかこだわりでやっぱり考えたりしてらっしゃったんですか？そうですね。レストランとかよく行くと、こういった長いテーブルに天井からぶら下がっているランプがすごい可愛いなと思って、でそういううちでも再現したいと思ってこれを購入しました。でこのランプ実はノーブランドのものなんですけど、ネットで購入して気に入って使ってます。あとはこちらのダイニングテーブル自体、ちょっとテーブルについてお伺いしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これもネットでかなでものさんっていうインテリアのメーカーさんかな、で、購入しました。これは前の、ちょっと広めの家で友達と一緒に食卓を囲んで、パーティーみたいなことできたらいいなと思って大きめの机を買いました。で横180とかでマックス8人とか来たことありますね。ぎゅうぎゅうになりながらもワイワイ楽しく食べれることができたので、これ買ってよかったなと思ってます。なるほどね。そしたらじゃあちょっと少し後ろに移動しようかなと思うんですけど、こちらまずステンレスのラックと言ったらいいですかね。こちらはどこで購入されたものですか？これは無印のシステムラックです。これもやっぱそのお部屋の質感みたいなところで統一しようみたいな。無機質な感じで統一したかったのと、あとキッチンとつながりを見せたかったので、この高さを合うラックがないかなって探したらもうちょうど無印にあったので、もうすぐ買いました。この辺は結構上にフラワーベースとかが多いですね。これも全部彼女の趣味で集めてるもので、これはあれですね、ベランダで剪定して余ったものが刺さってるんですけど、このフラワーベースもトランプフラワーさんで購入したもので、こちらの植物はモンステラ、よくあるモンステラなんですけども、このベースがすごい可愛くってこの家の無機質感とこの色合わせが合うなと思って購入しました。このフラワーベースは、中目黒にある金時さんで購入したものです。で上の花はちょっと名前がわからないんですけど、彼女がトランプフラワーさんで購入してます。一番右のこのフラワーベースもトランプフラワーさんで購入したものです。マーブルっぽいカラーになっててすごい可愛いなと思ったのと、あと実はこれめちゃめちゃ軽くて使いやすいなと思ったんで買いました。で上の花も全然名前がわかんないですけど彼女が買ってきて刺してます。なるほど、ありがとうございます。続いて寝室紹介していただきたいなと思います。こちらの寝室でこだわったポイントからお伺いできればなと思います。実はこれシングルベッドとセミダブルのベッドをくっつけてるんですけど、うちの彼女とあと犬猫と、4人でちゃんと寝れるように大きめのベッドにくっつけてしているってところと、あと壁のバーティカルブラインド、これも全部自分で DIY してつけたっていうのがこだわりポイントです。このブラインドって結構高いですよね。普通に買うと高いと思うんですけど、実はこれニトリで売ってて、でニトリでサイズだけ測ってこの大きさで作ってもらって、で取り付けはもう自分でやりました。オーダーみたいな感じで。そうですね、オーダーしました。作れるんですね。照明も数点あると思うんですけど、この辺りはどちらのブランド購入されたかとか分かりますか？この上の三角の照明はブランドが分かんないんですけど、このシルバーランプシェードが可愛いなと思って購入しました。で下の壁に反射させてるランプはIKEA のもので10年ぐらい使ってて、結構もう愛着が湧いてるので、家の雰囲気にも合うんでそのまま使ってます。なるほどね、ありがとうございます。ということでなぎれさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからはちょっと軽くお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、まずこの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですけど、どんなところが決め手で今住んでらっしゃるんですか？一番は大型犬が飼えるっていう条件がまず
都内で全然なくって、でもう探してで、あともう一つは、彼女と同棲をしてるんですけど、渋谷まで電車で乗り換えなしで10分以内とか。おー結構範囲はじゃあ決まってたんですね。決まってあるて、もう駅までも徒歩10分以内じゃないとダメそれ以外にもたくさん条件があったんですけど、その条件を乗り越えてくるところが、ここだったっていう。はい。もともと物件を決めるときはもう次は買うぞって決めてたんですか？いえ、そうではなくて、もともと賃貸に住んでいて、でまた賃貸に引っ越そうっていう思ってたタイミングで、やっぱりその大型犬を買えないっていうところがまたハードルになったっていうところと、あと初期費用でやっぱり100万円ぐらい必要って言われて、でそうなるともう家を買っちゃった方がいいんじゃないかって思って、でなんとなく調べてだらだら調べていたらここにぶちはまった、はい、経緯があります。はいはい、パッと聞くと、それこそマンションを買うとリノベーションだったりとか、この内装の施工費用だったり結構お金がたくさんかかるっていうイメージはあるんですけど、そこら辺は賃貸と比較してみてどうですか？実はこの家あんまり初期費用かかってなくて、はいはいはい、具体的な値段は言えないですけど、軽自動車買えるぐらいしか払ってなくて、で毎月のローンの支払いとかも前の家と本当にトントンで住めて、広さが2倍になってすごいありがたいです。じゃあ割とその経済面もそうだし、いろいろ総合的に見ても、買って正解だったというか、そうですね。なるほどね。もう時価もすごい上がってきてて、このマンションも売ったら買った時の 1.5 倍だみたいに言われてたので、夢があるなと確かに、なるほどね。それこそ、今すごいかなりご自宅が広くなったとは思うんですけど、一人暮らしの時とのお部屋の広さと比較してみて、この今広いご自宅での住み心地だったり、このインテリアのレイアウトだったりとか、そういったところってどうですか？住み心地すごい良くなったなっていうのはあります。やっぱり犬と猫と暮らしていくってなったら遊ぶスペースが絶対必要になってくるので、なるべく家具を置かないようにしたいっていうのがあって、でも僕はインテリアがちょっと好きなので物にごちゃごちゃ溢れるような家になりがちだったんですけど、この広さがあるおかげで、それがだいぶ軽減されたかなっていうのがあって、犬猫にとってもいい部屋になったかなとは思ってます。なるほどね。そしたらじゃあちょっと続いてのお話に行きたいんですけど、このお部屋全体のコンセプトみたいなところ、ちょっと言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいな、そんなところちょっとお伺いしたいんですけど。コンセプト、相反するものが共存するですか。確かに置いてある家具だったりとか、それこそね自然のものだったりウッド調のものとかもあれば、このハード自体は割と無機質な感じだったり、それこそちょっとインダストリアルっぽかったり、そうですね、いろいろこうありますもんね。もともとはもう無機質コンクリート打ちっぱなしの物件だったんですけど、こういった自然を入れたりとかところでいいバランスになったかなとは思ってます。もともとやっぱこういうちょっとミニマルな世界観みたいなのは以前のご自宅から結構好きだったというかあれなんですか？そうですね、もともと好きだったんですけど、憧れレベル、で家を買うっていうタイミングぐらいに茅場町にある K5 っていうホテルに、たまたま伺うことがあって、これだってなって昔からあるものを生かしながら新しいものにしていくっていうのがすごいいいなと思って、でうちにも取り入れたいってなって、この空間になりました。それで見てみるとカーテンとかなるほどねってなりますよね、知ってる人は。そこからインスパイアされたんですね。結構インテリアとかいろいろ購入されてると思うんですけど、お気に入りのお店だったり、行きつけのお店、セレクトショップとか、そういったところとかって普段買い物されたりしますか？あんまりそういうセレクトショップとか行かずに全部ネット購入なんですけどでも雑貨屋さんはすごい好きで、それこそ表参道のヘイさんとか、シボーネさんもそうですし、最近行ったところだとシャークアタックさんっていう、古い家具屋さんがすごい面白くて、入った時はこじんまりしたお店なのかなって思いきや、地下4階ぐらいまでめちゃくちゃありますよね。ディズニーランドにすごい楽しかったです。あそこはもう行きつけにしたいなと思ってます。なるほどね、わかりました。ありがとうございます。
そしたらじゃあ最後になぎるさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、個人的にインスタグラムとあと犬猫の YouTube チャンネルをやっていますので、ぜひそちらもチェックしていただけると、嬉しいです。はい、YouTube とかの方はなんかこういう暮らし系なんですか、それとももう猫ちゃんワンちゃんのもう完全に犬猫にそっちに振り切った振り切ってます。ひたすら愛くるしい動画が流れてくるっていう、なるほど。じゃあ気になる方はぜひインスタグラムと YouTube チャンネルの方をチェックしてみていただければなと思います。はい、という感じで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはなぎるさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。